少子高齢化が進んで、今はもう人口減少時代に入りました。特に人口構成が生産年齢人口が減少してくるということで、これからはもう経済がだんだん小さくなっていく、シュリンクをしていく。その一方で高齢者人口はどんどん増えていきますので、皆さんの福祉費、介護費、こういったものがどんどんかかっていく。お金がないのにお金がかかっていく、そういう時代に突入をしたと思っています。入間市の場合には実はまだ人口もそこまで減っていません。なんとなくこのまま未来へを今のこれが続くんじゃないかと、市民の皆さんも感じているんじゃないのかなと思います。ただ実は子どもたちの人口は3分の1に減っていますし、これから先を見据えた時には一気に人がいなくなる社会が生まれてくることになります。これから税収がなくなっていく、その上で福祉費がどんどん膨らんでいく、この状況を今のまま推移すればあっという間に財政破綻をしてしまう、そういった危機感があります。今あるものを見つめ直して、もう一度ゼロベースで新しい未来を描いていく、その覚悟を持つことだと思っています。私自身もお金がない中でどうやってさまざまな新しい取り組みをするか、そういった観点から官民連携のプロジェクトをたくさん立ち上げてきました。ふと目を落としてみると、それぞれのプロジェクトは全部一本一本独立していて、そこに何か横串を通して全体を盛り上げていくようなものがなかった。どれだけたくさんの官民連携の事業を進めてもうまくはいかないと感じています。だからこそ職員も市民の皆さんも、また一緒にやってくださる企業の皆さんも同じ方向を見て目指すべき方向性を作っていく。そのための旗頭、目指すべき道、北極星のようなもの、これをしっかりと定めることが必要だ。そう思ってこのパーパスを策定をしました。心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する、これが私たちが定めたパーパスです。やはりこれからは物質的な豊かさよりも心も体も、そして社会全体も幸せでいられる、幸福感を感じられる、そういった社会にしていかなければいけないと思っています。だからこそ心豊かに作っていく未来がどんなものがあるのか、それは30年先100年先に振り返った時にこんな素晴らしい街だと思える、その原風景を私たちが今作るということだと思っています。その上で実際にさまざまな部局連携横断型で組織の壁を乗り越えてプロジェクトに組み、官民でつながるような官民連携のネットワーク機能もそこに持たせる、こういった横串を通した部局横断的な実行部隊としての組織が必要だと思い、未来競争推進室というものを立ち上げました。未来競争推進室は今までは各課がそれぞれ役割分担をして行っていた業務っていうものをもっと横断的にいろんな課を取りまとめるっていうよりかはつないでうまく動かせるようにしていく、そんな部署になってます。私たちの2人は市長が未来競争推進室の立ち上げに際してメンバーを公募しまして、それに手を挙げて2人は未来競争推進室の方に来ました。自分の住んでいるこの入間市をずっと存続させたいというか、持続可能な都市にしたいっていう思いにすごく共感したっていうところと、何か面白いことが始まるなっていう空気をすごく感じて手を挙げました。入間市のパーパスはウェルビーイングっていうところが考え方の基本にありまして、入間市に関わる人、入間市民以外にも入間市に来る人とか入間市で働いている人、全ての人がウェルビーイング、心豊かでいられる、そんな原風景をみんなで作っていこうっていうパーパスになっています。まず5つのシンボリックアクションを定めています。それがウェルビーイングアクション、モビリティアクション、カルチャーアクション、オープンアクションで、最後サステナブルアクションという5つのシンボリックアクションを定めています。今目の前のことだけでなく、やっぱりもっと未来を見据えていろいろなアクションができたらいいなっていうふうに思ってます。
パーパスを聞いた時に、いやめっちゃ欲張るなって思って、何個も5個ぐらい多分項目があったと思うんですけど、じゃあみんなのマインドを上げていきましょうみたいな問題から、もう100年のスパンを見て今後作っていきますっていう、なんか入間市やる気じゃんみたいなのを率直に感じたっていうのもありつつ、やっぱり100年後の文化を作ろうってところがめちゃめちゃ響いて、なんか私自身がまだ若者だから文化を作る人ではないってずっと思ってたんですよ。文化があってそれを伝承しなさいって言われる人だったんですね今。だけど100年後に残る何かを作ろうってなった時に、私が作れるんだ文化っていうのがめちゃめちゃちょっとおもろいなって思って、私がやったものが100年後入間市のなんかすごい重要なものになってたら、それってめっちゃ可能性があって面白いなって思いました。僕は狭山茶を作ってるんですけれども、狭山茶の伝統を次世代に継承していこうと思う時に、闇雲にいろんなことをするんではなくて、やっぱり理想の狭山茶とか理想の日本茶っていうものを思い描いて、そこに向かっていくっていうことを考えるようになりました。で今それを何やるべきかっていうことを考えるようになるんで、なんかそういった意味でもパーパスの設定っていうのはどんな人にとっても必要なものなんだろうなというふうに感じてます。狭山茶っていうのはコミュニケーションツールだと思ってるんですね。で家庭の中にいつも存在してお茶を飲みながらみんなで会話をするっていう、中心にお茶があるっていう、日本茶があるっていう生活をもう一度取り戻していきたいなっていうのがあるんで、みんなが当たり前にまたお茶を中心にコミュニケーションを取っているっていう状況をまた作っていきたいなっていうふうに思ってます。今私たちこれだけ成熟した社会にいるのに、それでも何かまだ足りない、納得がいかない、もっと欲しい、この街は何もない街だと自分たちの街を悲観している部分がどうしてもあったと思っています。でもふと振り返って今この街を見てみたら、自然が豊かでたくさんの人があふれていて、いろんな景色がある、そんな素晴らしい街が出来上がっています。ないからやっぱりもう何でもある、全てがある、揃っている。地域の文化や自然や資源、これをもう一度再定義をして見つめ直すことで、私たちは今この街を作り上げることで幸せになっていける、今この瞬間に幸せを実感することができる、そういった街づくりができると思いました。だからこそ心豊かでいられる、そんな未来の原風景を私たちが今作っているんだ、ここを訴えかけていくことが重要だと感じました。私はですね、入間市の中の藤沢地区というところなんですけれども、そこでいろいろと活動させていただいてます。実際にこのパパスって聞いたのは本当に2週間前にそんな言葉を聞いたんですけども、聞いた中でですね、私たちがこの活動をしているのによく似てるように感じたんですよ。藤沢に地区ですね、子ども会がなくなってしまって、で子ども会がなくなっちゃってどうしようかって言って、何人か集まってもうちょっと何かやってみようよっていうのがスタートですね。で、そのスタートもそんなにかしこまらなくて、こんなことやりたいんだけどどう手を挙げてくれるっていう、そんな感じでもう緩くスタートしたら、それでいろんな人が集まってきて、だからパーパスっていうのももしかしたらそんなようなことなのかな。我々一つだけでの団体で活動するってのはすごくやっぱりそんな人数もいるわけじゃないですか。大変ですよね。行政もちょっとやっぱりいろいろと教えていただいたり、あるいは力になっていただいたり、我々が活動する窓口になっていただいたりとかですね、そういうふうなことをしていくことによって地域と行政だとか、あるいは企業、そういうところとここに、コラボしながらやっていくと、一緒になってできることなのかなと思ったりもするんですけどね。このパーパスっていうのが決まって、さらに新しいコミュニティができるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。例えば一つは市民の方だったり、例えば市の職員だったり、その形が入間市のファンになったりとか、もしかしたらその入間市っていう共通部分だけあって、それ以外は本当にバラバラの人たちがこの入間市をきっかけに新しいコミュニティになっていって、それがまた街づくりに影響していくんじゃないかなっていうふうに期待を持ってます。気軽にいろいろやりたいことをみんなで実現できたらなっていうふうに思います。パーパスはみんなで一緒に取り組む目指すべき方向性になりますので、まさに
市役所だけが考えるパーパスではなくて、市民の皆さんがどう思っているのか、市民の皆さんにとっての新しい未来はどこにあるのか、様々なお声を聞いて、私たち自身ももう一度その観点に振り返って入間市のいいところを探す作業ができたということは、すごく大きな価値のある作業だったと思っています。未来競争推進室から率先していろんなことにチャレンジしていって、この方向に向かってどんどん進んでいこうというようなものができたと思っているので、市役所職員としてどんどんいろんなことにチャレンジしていきたいなというふうに思っています。ここにいると自分の世界広がるんだよねみたいな、いろんな可能性とつながれる場所がいいなってずっと思っているので、チャンスとかがつかめる場所になってたらいいかなって思います。お茶を入れてあげる、入れてもらうっていうやり取りが一つのコミュニケーションになってるなと。お茶を入れるっていう行為自体が豊かな時間を作って、ゆっくり流れる時間みたいなものを作っていくんじゃないかなというふうに思ってます。でそれが、気がついたらみんなが豊かになってる、幸福感感じてるっていうことにつながる、心の平和につながってるんじゃないかなと思うんで、やっぱり今あるものを本当に残していきたいとは思います。やっぱり歴史文化、そういうものは継承していただいて、今あるものをですね、やっぱり子どもたちにちゃんと残してあげて、そういうものがずっと残る。今をやり過ごすような状況から今を作っていく姿勢に転換をしていきたい。だからこそ未来の原風景を私たちは今作っていきたいと思っています。きっとこの入間市で作ったパーパスによって動く市民の皆さんの躍動感が全国に広がっていって、日本の社会課題を解決する、そんなスタートラインに立てるんじゃないかなと思っています。ここからがまさに始まりだと思っていますので、市民の皆さんがこのパーパスを感じて、私もやりたい、私もこうしたい、そう思っていただける街を一緒に作っていくために、市役所は皆さんのパーパスを達成するための最大限一番素晴らしい船になっていこう、そんな思いでこのパーパスに取り組んでいきたいと思っています。心豊かでいられる未来の原風景を想像する、さらにそれを伝承していく、そのためには私たち入間市民だけではできないことがたくさんあります。全国にある企業の皆さんや、またいろんな学校団体の皆さん方、たくさんの方々とつながって、たくさんの方々とこのパーパスを共有して、一緒に未来の絵を描いていきたいなと思っています。ぜひこの入間市の挑戦に皆さんのお力を貸していただきたいと思いますし、私たちと一緒に心豊かな街づくりに取り組んでいただければ嬉しいなと思っています。